どうも、大変です。まず皆さんに一点お伝えしたいことというか、ご報告がありまして、本日収録日が10月27日の金曜日なんですけど、昨日10月26日をもちまして、チャンネル登録者10万人突破しました。僕の中では年内に10万名様突破したらいいなと思ってたんですけど、こんなに早く10万人突破できるとは思ってなくてですね、本人が一番驚いてます。いつもどうもありがとうございます。で、おそらくここの話に関してはまた実食中というか、また後の方で、本編の後の方でまたお話できるかなと思いますので、早速今日のメニューに参りましょう。って言ってもサムネとタイトル通りなんですけど、僕の思うみんなが大好きだけどめんどくさくて普段作らない料理ナンバーワンと思ってるロールキャベツですね。僕の中の好きな食べ物ランキングでもトップ30ぐらいには必ず入ってるロールキャベツなんですよね。ただ自宅では作らないんですよ。めんどくさいから。多分最後に作ったのは2、3年ぐらい前じゃないですかね。ずっとロールキャベツへの欲求不満が溜まってたんで、今日は心ゆくまで食べようと思います。で、ロールキャベツにもいっぱい種類はあると思うんですよね。ホワイトソース系やったり、トマト系やったり、コンソメ系やったり。一応今回僕が作っていくのはトマトベース。ただ普通にトマトベースを作ってもタイニャンっぽくないので、今回は和と洋で融合させようかなと思います。本日のキーパーソンは乾燥椎茸。で、本日も作っていきましょう。ですね、これから本日のキーパーソンの乾燥椎茸を出そうと思うんですけど、集合体恐怖症の方は15秒ほどスキップをお願いします。では行きます。昨晩からずっと水に浸してたんですね。で、今回はもちろん戻したこの椎茸ももちろん使っていくんですけど、それよりも今回のメインはこのお出汁ですね。はい、今キノコはこんな感じですね。さっきの椎茸の水気を少し絞りまして、こっちに入れてます。だから椎茸の絞る汁と戻し汁がこの中入ってる感じですね。で、多分、ロールキャベツって普通コンソメとかで煮込んでいくことが多いと思うんですけど、今日はコンソメではなくこの戻し汁で煮込んでいきます。で、多分この戻し汁が余ると思いますんで、多分僕の夜食のお吸い物とかになるかなと思います。
だけキャベツの千切りがあったら明日からサラダ困らんですね。どうしようかな、明日とんかつにしようかな。というわけでキャベツの下ごしらえが終わりました。で、これから肉ダネを作ってキャベツで巻くっていうところまでいきます。なんかもう本当お店の仕込みをしてるみたいですね。すいません、入れ忘れてました。よし、これで完成。はい、これでまずロールキャベツの出来上がりです。今日はまだ終わらないです。これでロールキャベツとトマトチーズドリアの出来上がりです。Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto ad un giro d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto ad un giro d'amor. Non più avrai questi bei panacchini. というわけで無事に完成しました。和洋折衷ロールキャベツとトマトドリアですね。何気に今回キャベツを蒸すっていう作業とか、キャベツを剥がすっていう作業とか、包むっていう作業とか、なんだかんだ結構時間がかかるものが多かったかなと思うんですけど、だいたい今回10時間から12時間ぐらいキッチンに立ってましたね。片付けの時間とかも含めて。いやーちょっとくたびれました。で、めちゃくちゃお腹空きましたね。では早速食べていこうと思います。いただきます。多分動画的にはおそらくロールキャベツもしくはこのチキンドリア、トマトドリアからいただくべきなんだろうと思いますけど、もうこれは僕の完全なるわがままです。今日はしみる。や
や、頑張った分お酒が美味しい。多分これ、のんべえの方にしか伝わらないかもしれませんけど、僕やっぱ、キリン一番搾り甘いの方が好きやったな。共感してくれる方おるかな。昔の苦味の効いたのが好きやったな。まあ、これも美味しいんですけど、何気に、ロールキャベツにみょうがの薬味って結構珍しいというか、なかなか画期的やなと今日思ったんですけど、どうなんやろ、合うんかな。うまい。いや、すごい美味しいです。すっごい美味しいんですけど、椎茸どこ？やっぱトマト強いっすね。椎茸を倒しちゃいましたね。なんで、みょうがと相性抜群です。多分中にかなり多めの生姜を入れてるからでしょうね。本当に和洋折衷って感じです。で、中はハンバーグというよりかはどちらかというとこう、つみれとか、つくねなんかああいった味はいいですね。ひき肉のギュッとした噛み応えが来たかと思ったら、次は玉ねぎのシャキシャキが来て、次レンコンのシャリシャリが来て、あと椎茸の軸とか傘とか、いろんな歯応えがありますね。あれいる椎茸がいる。で、いろんな野菜の甘みが出て、めちゃくちゃ甘い、この煮汁って感じですね。ビールも合いますけど、多分これ日本酒とか白ワインでも合いそうな気がします、これ。そんなに味が強いわけじゃないので、多分赤ワインとか焼酎とかよりは白ワイン、日本酒の方が合うような気がします。僕の好みです。いや、でも普通にうまい。なんだかんだ言ってやっぱ普通にうまい。たまにはこういうロールキャベツもいいですよね。で、色合い的にもなんかクリスマスっぽくないですか？赤と緑で。ちょっと手間はかかりますけど、クリスマスにロールキャベツっていうのもいいですね。いつも定番化しちゃいますもんね。ターキーとか、フライドチキンとか。メリークリスマス。じゃあ次トマトドリア。もうチーズ固まっちゃった。なんかもうチーズがサクサクしちゃってますね。うまっ。ここに本当にチキンが入ってるのはもう完全チキンドリアですね。いや、マジでうまい。これ出来たてたらもっと美味しいんやろうな。てかもう単純にお腹空きすぎて、もう何でも美味しいっていうね。まず1個完食。うまっ。でもこれ本当お肉メインっていうよりかはほぼ野菜メインだからですね。なんかそげん罪悪感もないですね。またちょっと思うのはレンコン入れすぎたかなって感じですかね。ちょっとシャリシャリ感がちょっと強くなっちゃったかもしれないです。っていうわけで残り半分ぐらいですね。食べれば食べるほど鼻が慣れてくるというか、意味わかんない表現ですね。意味わかんない表現ですけど、だんだん鼻が慣れてきて、椎茸の香りなんかすごく感じてくることになりました。で、今回総重量的には5キロちょっとぐらい、5.5 弱ぐらいを作ったんですけど、やっぱりロールキャベツが水分多い分、ペロっていけちゃいますね。で、冒頭でもお話しした、チャンネル登録者のことなんですけど、本当に年内にと思ってたので、こんなに早くって感じですね。いや、本当皆様どうもいつもありがとうございます。
で、つい最近その5万名様突破記念言うて、質問コーナーやったばっかなんですけど、どうせなら10万名様突破記念もしたいなと思いまして、で、ちょうど僕来月の11月にちょっと1歳また年を取るので、そこに合わせてなんか僕一人でなんかこうお祝いするみたいな動画を今ずっとレシピとかも作っているので、そこでまた一緒に10万名様突破記念っていうのと、僕の一人のやつ一緒にやっちゃおうかなと思いまして、ちょっと豪勢なご飯を食べようかなと思います。だから今回ちょっと今年中の目標は達成しちゃったので、新しく掲げる目標としては年内で15万名様突破って感じですかね。そこに向けて僕も頑張っていこうと思います。でも基本的に10万名様超えたからといって僕の動画のスタイルが変わるわけでもないので、これからもこういった料理と大食いとお酒っていうなかなかな組み合わせでやっていこうかなと思います。改めまして本当いつもありがとうございます。さあ、では残り半分食べていこうと思います。はい、というわけで残り4分の1ですね。バラしちゃったんでもう全然わかんないと思いますけど、一応あと4分の1です。じゃあラストスパートの前に、やっぱお酒は裏切らん。はい、ドリア完食。あと残り3つですね。でも本当作るのは大変ですけど、食べるのはあっという間ですね。頑張った分だけ美味しいけど、でもロールキャベツやっぱ大変。作るの。よっしゃー、ラスト。お疲れ様でした。いやー、うまかった。なんか最近、明太マヨとか、イクラとか、カレーとか、なんかパンチ力のバーンとあるものばっか食べてたからですかね。落ち着く味というか、なんか、うわ、めっちゃうめえっていうわけじゃなく、なんか美味しいなーみたいな、そんな感じでしたね。やっぱ椎茸の出汁がこういう風にしてくれるんですかね。でも自分で振り返ってみて、このままでも十分僕的には美味しかったかなと思うんですけど、ちょっと生姜とレンコンが多かったかな。で、それにしても美味しかった。で、次回の動画がまだ決まってないので、次回も僕のその時に食べたいものを作ろうかなと思います。では今回この辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。